やっほー、皆さんこんにちは。今日はタイトルにもある通り、フランス発祥の伝統スイーツの中で私が作りたいなって思うスイーツをいくつか作っていきたいなって思います。先月フランスのパリに旅行に行ったんだけど、やっぱりスイーツの本場って言われるだけあって、もうまずね、スイーツの見た目が美しすぎるの。もちろん味もプロって感じの美味しさなんだけど、とにかく見た目が引きつけられるような美しさで、絶対に作ってみたいと思ったよね。完璧に美しさを再現することは難しいかもしれないけど、ちょっと今の私の技術を出し切って挑戦してみようと思います。で、今日は何を作るかっていうと、まずは圧倒的人気ナンバーワンスイーツのマカロンを作るじゃん。で、あとは私が作ってみたいなと思ったスイーツで、サントノーレとメルベイユを作ることにしました。サントノーレは見た目がすっごい華やかで高級感満載で、シュー生地とかキャラメルとかを扱うから結構技術もいりそうな感じで挑戦してみたいなって選んだのと、メルベイユはクリームがメインのスイーツだから私が結構好みだろうなっていうのでチョイスしました。あと見た目が可愛いっていうのもやっぱあるよね。ということで、まずはマカロンから作っています。今日のマカロンは形はシンプルにして、色合いをフランスって一目でわかるようにトリコロールカラーにしちゃいます。だから後で白いクリームを挟むとして、青色と赤色の2種類の生地を作っていきます。で、あと本場のマカロンをたくさん食べて少しでもね、それに近づけたいと思って自分の今までのレシピも少し変えてみました。って言っても変えたところは砂糖の量を少し増やしたくらいなんだけどね。これでピエの出方とか食感とかがどう変わるのかちょっと楽しみですね。マカロンって本当に繊細だから、ちょっとなんか変えるだけで全然違う結果になったりするからね。ちょっと緩すぎたかな。まあ、いっか。肉眼で見るともう少し暗めの赤色って感じなんだけど、カメラの設定のせいかな、ちょっと明るく映っちゃってるんだよね。赤色のマカロンも絞り終わりました。めっちゃツヤツヤで可愛い。なんかマカロン作ったの久しぶりな気がするな。こんな感じで全部絞り終わりました。ということで、これは乾燥させます。色大丈夫かな。次はサントノーレの土台に使うクッキー生地を作っていきます。なんか調べたら土台はお店とかレシピで変わるらしくて、パイ生地とかクッキー生地とかタルト生地とかいろいろあったんだけど、一番作りやすくて安定しそうなクッキー生地にすることにしました。まあ最初だしね、今後ちょっと他のもいろいろ作ってみたいなって思います。なんか見た目もね、すごいいろんなのがあったんだけど、とりあえず私がお店で見た形に似せて作ってみようかなって思ってます。よし、これで OK かな。じゃあこのクッキー生地は冷やしておきます。次はクッキーシューに使うクッキー生地を作っていきます。よいしょ。やばい、常に戻ってないな。サントノーレのクリームの上に乗ってるプチシューが形が綺麗なまん丸だから、基本的にクッキーシューで作ってるっぽいんだよね。やるじゃないか。このスイーツはさ、クッキーシューも作るしカラメルの扱いもあるし、結構難易度が高いというか工程が大変というか、ちょっと気合を入れなければいけないスイーツかもね。クッキーシューのクッキー生地もできたのでね、これも冷やしておきます。
ということで次はメルベイユのメレンゲクッキーの部分を作っていきます。まずは卵白とグラニュー糖を50度くらいまで温めます。いいかな。マカロンでもそうなんだけど、卵黄が結構余りがちかなって思うかもしれないんだけど、カスタードとかクッキーとかは卵黄だけ使うから意外とそんなに余らないんだよね。で、お菓子作りあるあるかもしれないんだけど、卵白が余るより卵黄が余ってくれた方がちょっと嬉しいというかありがたいんだよね。卵黄だと納豆ご飯とか丼の上に乗せて食べれば一瞬でなくなっちゃうからね。逆に言えば料理とかで卵黄だけ使って卵白が余ったら、味噌汁に入れたりしてもいいけど、マカロンとかメレンゲクッキーとかフィナンシェを作るのをおすすめします。ほっ、よいしょ。直径 58mm のサイズでやっていこうと思います。全然後見えないけど。こんな感じで2段分絞り終えたので、これは110度で90分焼いていきます。メレンゲクッキーを焼いた間に次はカスタードを作っていきます。パリでのエピソードというか、パリに行くまでのエピソードなんだけど、日本の空港で両替して出発したかったんだけど、ちょっと時間なくて両替ができなくて、で乗り換えの空港でも両替いくらかって確認してみたんだけど、1万円を両替してくださいって言ったら26ユーロねって言われて、その時1ユーロがだいたい160円くらいだったから、1万円両替して還元率が 100% の場合だったら60ユーロになるの。だから半分以下ってもう最悪すぎて、乗り換えの空港って還元率が低いっていうのは結構有名なんだけど、こんなにも悪いのかってびっくりしてさ、私が舐められてるのか、そもそも本当に還元率が悪いのかだよね。多分微妙な数値だったらあんまり気づかなかったんだけど、26ユーロというありえない数字だったから、逆に還元率の悪さに気づけるっていうね。で結局両替できないまま1ユーロも持たずにね、ヨーロッパに着いて観光したんだけど、パリ、ベネチア、ローマ、バルセロナって観光して、結局1回も現金使わなくて全部カードで行けたの。やっぱ今時はカードで行けるんだね。もちろん念のため持っとくに越したことはないけど、カードだけで耐えたって話。たらすぐ冷水につける。よし、いいかな。よいしょ。これは冷やしていきます。メレンゲクッキー焼いてる間は90分間オーブン使えないので、先にメルベイユのトッピングに使うチョコレートを準備しておこうと思います。OK。メルベイユはコポーっていう板チョコとかを削ったチョコレートをねトッピングで使うので、サイコロのいちごチョコは一旦この型に入れて冷やし固めて大きくして使いたいと思います。たらこれは冷やしていきます。このピーラーで削っていく。おお、こんな感じ。マジでこんな感じ。これをひたすらやっていく。よいしょ。意外とね量そんなできないの。ここ削ってこれしかまだできてない。意外とたくさんやんないといけないかも。また新しい技を習得してしまったね。
なんか面白いね。こんな形になってんだけど。なんでこんな形になってるって感じだけど。やば、待って。焼けました。こんな感じです。ちょっとここら辺くっついちゃってる。さあ、下の段もこんな感じで焼けました。いつもよりね、温度高めで短時間でやってるので、ちょっとだけ焼き色はついてるけどね、見えないので大丈夫です。よし、剥がしていきます。ここだけくっついちゃった。いい感じです。なんかこのクッキングシート初めて使ったんだけど、どうなんだろうな。今度マカロン焼いてみようと。じゃあ次はシュー生地を作っていきます。もうオーブン開いたからさ、そろそろマカロンを焼きたいなって思ったんだけど、まだ全然乾燥してなくて、今日雨だから湿気が多くて乾燥に時間かかってるのかな。とりあえずね、まだ時間はかかりそうなので、先にシュークリームを焼いちゃおうと思います。湿気といえば最近会社の友達から椎茸栽培キットをもらってね、家で椎茸を育ててるんだけど、ここからちょっと閲覧注意かもなんだけど、今4日目でこんな感じでめちゃくちゃ成長スピードが速いし、ちょっと気持ち悪さあるよねこれ。卵を加えていきます。ちょっとずつね。あ、待って、オーブン予熱してなかった。よし、卵は少しずつ加えて混ぜていくんだけど、本当に一気に柔らかくなってくるから、徐々に卵の加える量は少なくして調整していきます。このくらいかな。これでいい気がする。つきにくいんだよな、本当に後が。あと1個にしとく。なんかミニシューの分が足りなくなりそう。OK。そしたら残りの生地はミニサイズのクッキーシューにしていきます。クッキーシューって結構焼き上がり膨らむから気持ち小さめに絞ります。口金の裏側で傾いて、どうしよう、取れない。 OK。 これをのせる。ちっちゃ、めっちゃいいめっちゃいい。よし、これをひたすらやっていく。めっちゃ可愛いんだけどとりあえず焼いてきます。急げ、室内温度が下がる。はい、お願いします。ちゃんと膨らみますように。じゃーん、焼けました。こちらがプチシューです。よくない？見て。ちょっとクッキー生地が薄かったかもしれないけど、めちゃくちゃ可愛くできてる。
ちょっとねマカロンが乾燥してるので入れ替えでマカロンを焼いてきます。ということで一旦これ出そうか。じゃーん、見てー、こんな感じで焼き上がりました。まん丸ですっごい綺麗に焼き上がってる。めっちゃ可愛いんだけど軽い。こっちの方はまあぺっちゃんこなんだけど、あんまり高さ出てもねしょうがないのでいいんじゃないでしょうかって感じです。そしたらサントノーレの方を進めていこうと思うので、先にディプロマットクリームを作っていきます。よし、OK。まずはこのプチシューにディプロマットクリームを絞っていきます。めっちゃうまくできてる気がする。ほら、すっごい綺麗な形じゃない？これ楽しみ、出来上がりが。よし、どんどん絞っていこう。これで結構な量入る。いいですね。なんか出てきたんだけど、やばい。どうしよう。面白い。とりあえずプチシューが絞り終わったので、一旦これはね冷蔵庫に冷やしてきます。よいしょ。次このドーナツ型のを絞るんだけど、クリーム入るかな。ちょっとやってみようか。多少入ってそうだな。なんかすごい横から出てきて。まだ、こんな感じでちょっと入れていきます。ちょっとどうしようかな。3箇所くらいか。クリーム注入しよう。意外と入ってる。ちょっと透けて見えるのよね。めっちゃ入ってる。開いてみ。でもこれめっちゃ入ってる。めっちゃ重くなったよ。やばい。めちゃくちゃ。見ててくれ。これも一応絞り終わったので一旦冷やしてきます。そしたら次はクッキーを傾いていきます。これがちょうど収まるくらいのねサイズがいいので、直径 7.8 センチのサイズの丸型でくり抜いていきます。生地足りるかな。がギリだな。4個がギリですね。よいしょ。オッケー。よし、じゃあこの6枚の生地を焼いていきます。なんかさ、シートに結構油が染みてるんだけど、これ使い回せるシートなんだけどさ、ちゃんと洗ったら取れるのかな。どうなんだろうね。はい、ということで焼いていきます。そしたらサントノレのシュークリームにコーティングするカラメルを作っていきます。カラメルはグラニュー糖と水と水飴で作ります。色がついてきた。茶色くなり始めたら一気に色が濃くなっていくから、私はここまで来たら火から外しながら色を調整してます。よし、ちょっ
とまずキャラメルを、あ、待って、キャラメルめっちゃ扱いづらいかもけど、わ、待って、めっちゃ扱いづらいかもちょっと待って、なんか全然ダメだわ。カラメル固まんのめちゃくちゃ早いから1個ずつやっていかないとだ。ちょっと待ってね。あ、待って待って、大丈夫？これ本当にないわ。よいしょ。やばい、むずすぎる。つけて、やばい、これ本当に難しいんだけど。はい。でもう1個ずつこのカラメルが固まる前にやっていかないとだ。真ん中にディプロマットクリームを絞ってからカラメルをコーティングしたプチシューを3つのせたんだけど、カラメルの熱でクリームが溶けちゃうから、なんか後で絞った方が良かったかなって思いました。クリームなくても土台のシュークリームのカラメルでプチシューは固定されると思うしね。やばいやばい、お願い、カラメル固まってくれ。ここにくっつける。これ本当に難しいんだけど、めちゃくちゃ不格好だけど、なんかたこ焼きみたいだな。これでたこ焼き作ろう今度。一旦これで器に入れて、とりあえずこれで一旦冷やすか。これでちょっと一旦冷やします。はい。あ、もう固まってるよ。ちょっとまた温めてくる。今ね、温めてきました。大変だ、これは本当に大変だ。次々これをもうこのままダイブさせちゃうと。でこう持ち上げて、一旦ここにね置きます。こっちに移す。オッケーオッケーオッケー。こういうたこ焼き作る。ほっ、さっきよりなんか流れがいい気がする。ちょっとここで温めながらやった方がいいわ、絶対に。ということでやっていきます。キャラメルをつける。もう手はね汚れる覚悟でやります。ディプロマットクリームを絞って、よいしょ。難しすぎる、これやばい。ちょっとプロがやってるところを見てみたいんだけど、むずすぎて。一旦とりあえず全部キャラメルつけ終わったから、次キャラメルクリームを作っていきます。よしよし、じゃあこっから最後の仕上げをしていきます。ちょっと冷やしてきてね、キャラメルが固まったので、こっからクリームを絞って最後に1個のせるっていう感じでやっていこうかな。もうバランスがね全然悪いんだけど、もう頑張ってやるしかない。そしたら最後トップに残り1個のプチシューを乗っけます。よいしょ。いやー、そしたら金粉をちょっとここにのせたい。なんかふりかけ型の金粉を買いたいな。砕いたナッツを最後にのせたい。見てー、こんな感じでサントノレが完成しました。
テカ。これさ、本当に美味しいのかな？大丈夫かな？なんか虫歯になりそうじゃない？これはめちゃくちゃ可愛いね。めちゃくちゃ楽しかったです。はーい、ということで次行きましょう。よーし、そしたら次はね、メルベイユを仕上げていきます。さっきキャラメルクリームを多めに作ってたので、まずね、キャラメル味から作っていきます。メルベイユは基本的にメレンゲとクリームで構成されるんだけど、メレンゲが結構甘いので、クリームはいつもより甘さ控えめで作ってます。で、あとクリームが緩いと高さが出せなくて理想の形にできないから、脂肪分が 40% とか高めの生クリームを使ってます。クリームを整え終わったらキャラメルクランチで外側をコーティングしていきます。ちょボロボロこぼれてるんだけど、ちょっとラップ敷いた方が良かったかな。こんな感じで、はい、とりあえず1個こんな感じでできました。どうでしょうか。とりあえずこれ残りをクリームたっぷりだから。作って初めて気づいたんだけど、メレンゲのサイズがねちょっと大きすぎたかもしれない。結構さ、クリームたっぷりのスイーツだから、もう少しサイズちっちゃい方が良かったかも。ちょっとクリームが緩いから一旦冷やすか。よいしょ。ということで次はいちご味のメルベイユを作っていきます。冷やしておいたいちごガナッシュを生クリームに加えていちごクリームにしてみました。ちょっと硬すぎたか？いいと。やっぱりね、ガナッシュを加えて作ったクリームは結構硬さがあるからすごい作りやすかったです。メルベイユは本当にクリームの安定性が結構大事かもしれない。クリームが硬くてめちゃくちゃやりやすい。このくらいの硬さほんとちょうどいいかも。学びです。はい、オッケー。もうちょっともつけちゃおうか。じゃあ見て、めっちゃ頑張ってスライサーでやったやつ。よし、そしたらつけていきます。チョコレートを手で触っちゃうとすぐ溶けちゃうから、極力触らないようにスプーンとかを使ってやるのをおすすめします。いちごのメルベイユができた。いちごめっちゃ可愛いね。いちごクリームが足りなくなっちゃったから、いちごクリームがないところは生クリームで埋めちゃおうか。次はチョコクリームにします。落とさないように。はい、できた。すぐ冷やす。このサイズのボールいいね。最初からこんくらいのサイズのボールでやればよかった。これはココナッツとホワイトチョコクランチね。いい感じです。できた。いい感じ。ホワイトかわいいね。流れてる？大丈夫そう。緑を白に刺すか。緑を白に刺すと。いい感じいい感じ。
ーい、こんな感じでメルベイユも完成しました。イエーイ。さあ、美味しいのでしょうか。ちょっとクリームがすごい量入ってるからね、これ1個で相当満腹かもしれない。私はクリーム大好きだからいいけどさ。まあでも無事にできてよかった、本当に。ということで、すぐさま冷やします。最後はね、このマカロンにクリームを絞って終わりにしようかなって思います。今回もね、いつも通り綺麗に焼き上がったと思います。見て、横からのピレはこんな感じです。ちょっとずれちゃってる。今回も可愛いんじゃないでしょうか。このクリームを絞ったらやっとトリコロールカラーになるね。おー、いいじゃん。本当にめっちゃいい。やばいね、これ。はーい、こんな感じでマカロンも全部完成しました。可愛すぎるんだけど、何これ。こっちかな、向き。青、白、赤。すいません。向きが逆になっちゃったけど、許して。ということで、マカロンはこんな感じで完成にしようと思います。イエーイ。はい、ということで、本日も全部のスイーツが完成しました。お疲れ様です。やばいね。今回は自分でアレンジを加えたりせず、元のスイーツを忠実に再現するみたいな感じでやってみたから、結構簡単に作れちゃうかなと思ったんだけど、意外とね、一個一個めちゃくちゃボリューミーで、作るの結構大変だったかなって思います。なんかフランスのパリに来た感じ。ここだけ。今回も本当に楽しいお菓子作りでした。ということで、私はいつも通り片付けをして今日は終わろうかなと思います。明日味見しようと思うんだけど、何から食べようか悩んじゃうね。ということで、また後でね。バイバーイ。作ったスイーツは翌日に食べたんだけど、どれもね、すっごい美味しかったです。キャラメルクリームはもう少し甘さを控えた方がいいかなとは思ったんだけど、このいちごのメルベイユが本当に美味しくて、生クリーム大好きな人は絶対好きだと思うから、ぜひ作ってみてください。オペラとかミルフィーユとか他にも作りたいスイーツがたくさんあるから、フランススイーツ第2弾もやりたいね。あとはイタリアとか違う国のスイーツもテーマにしてやってみたい。まあそんな感じでね、今回も本当に楽しいお菓子作りでした。次はどんなスイーツを作ろうかな。ということで今日の動画はここら辺で、最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。